皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話における人類の起源についてまとめていきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。ティーターン族のイアペトスには、メノイテオス、アトラース、プロメイテウス、エピメイテウスの4人の息子があった。彼らの母について、ヘイシオドスはオーケアノスの娘クユメネイ、アイスキュロスはテミスと語る。4人の兄弟のうち、メノイテオスとアトラースはティーターのマキアーで、ゼウスたちに反抗した罪で罰せられた。メノイテオスはエレボスへと投げ込まれ、アトラースは世界の果てで、永遠に天空を担ぐこととなる。しかし予見する力を持つプロメイテウスと、過去の出来事を映し出す力を持つエピメイテウスは、ゼウスと敵対しなかったため罰せられず、人類の起源に関する伝説の中で、重要な役割を果たした。知恵を武器としたプロメイテウスはティーターのマキアーで中立を守り、勝ち目が出てきたゼウスと交渉した。しかし彼は同族のティーターンを滅ぼした者たちに恨みを抱き続け、人間に味方してオユンポスの神々への仇討ちを試みた。人類の5つの時代。古代ギリシア人は、神々が存在した太古から、人間の祖先が存在していたという考えを持っていた。人は土から生まれ、神が人間を創造したのではなく、自然に大地に生きていたという。これは神も人間も全てガイアの子であるという考え方から来ている。神と人間の違いは不死の力と能力の差であるとされた。ギリシア神話は5つの時代に区分される。黄金、銀、青銅、英雄、そして鉄の時代である。最初の時代、黄金時代の人類はクロノスと同世代に属し、幸福に包まれて生きていた。ヘイシオドスによると人々は悩みも疲れも知らず、平和で長い寿命を持ち、神と同様に暮らし、いつも祭りを催して楽しんでいた。彼らの死は心地よい眠りのようで、豊穣の大地はこの世の恵みを求められなくとも全て彼らに与えた。黄金時代の人々は死後、生ある者の保護者、守護神となった。黄金時代の次に銀の時代がやってくる。銀の時代は女課長時代であり、また人々は農民であった。青銅時代の人々はトネリコの木のようにたくましかったと言われる。悪口を言い合い、戦いで手柄を立てて喜んでいた。心は鋼のように硬く、腕は強力無比。彼らは互いに喉を切り合って滅びた。そして最初の金属類の発見と文明への努力が始まった。青銅時代の次は英雄時代で、テーバイやトロイアで戦った、勇敢な戦士たちがいた時代とされる。青銅時代の次が鉄の時代、これが現在である。人々が誓いも、正義も、徳も大切にしない悲惨で犯罪が横行する時代とされている。人々は神話の上で人類の大敗を説明していたと言える。金と銀の時代は空想の産物と言われるが、青銅、英雄、鉄の時代は人間の技術的進歩の過程を後付け、歴史的な記録であると考えられている。火の盗み出し。クロノスが支配していた黄金時代、神々と人間は一緒に食事をし、互いに理解し合って暮らしていた。それがオユンポスの神々の時代になると大きく変容する。ゼウスが人間に対する主権を主張したためである。地球運における神と人との会合では、備えられた犠牲のどの部分を神々が取るか決めた。この分配係にはプロメイテウスが任じられた。プロメイテウスは肉と内臓と汁気の大部分を合わせて皮で包んだものと、肉のついていない骨を熱い油で包んだものを並べ、ゼウスにどちらを取るか先に選ぶよう勧めた。ゼウスは骨の方を選び、油を取り除いて骨しかないことを知ると激怒した。怒りのあまり地上に住むあらゆる種族から、火を取り上げてしまった。そこでプロメイテウスはヘイパイストスの火事場のあるレイムのストへ出かけ、聖なる火の燃えさしを盗み、うつろな木の中へ収めて人間のところへ持ち帰った。こうして人々は再び火を手に入れた。別の説ではプロメイテウスはヘイリオスの戦車の車輪で松明に火をつけたという。パンドーラー。火が盗み出されたことでさらに業を煮やしたゼウスは、人間に別の災厄を下した。ゼウスはヘイパイストスに命じて土と水で人形を作らせ、これに生命と人間の声を与えると、美しい乙女が誕生した。神々はこの乙女にそれぞれ贈り物をし、彼女には全ての贈り物の女を意味するパンドーラーという名が与えられた。ヘルメウスがパンドーラーの心臓に不実を、口に嘘を注ぎ込むと、ゼウスは彼女をエピメイテウスに与えた。エピメイテウスはプロメイテウスから、オユンポスの支配者、ゼウス、からの贈り物を絶対にもらってはいけないと警告をされていたものの、パンドーラーの美しさに魅了され、彼女を受け入れて人間の仲間に加えてしまった。パンドーラーは大きな壺を抱えていた。彼女がその壺の蓋を開けると、その中に入っていたたくさんの不幸が逃げ、地上に散らばり、壺の中には希望だけが残った。ギリシア神話では最初の女性はゼウスが人間を不幸にするために生み出されたと説明される。
大洪水。人間にたくさんの不幸を与えても、ゼウスの怒りは収まらなかった。ゼウスは最終的に人類を大洪水で押し流して、絶滅させてしまおうと決断した。ここにおいて再びプロメーテウスがゼウスから人々を守ることとなる。プロメーテウスは息子のデウカリオーンに、この洪水について警告した。この助言によりデウカリオーンは箱舟を作り、妻のピュラーと共に乗り込んで船出をした。10日目に大雨が止むと、生き残った2人はオトリュス山、もしくはパルナッソス山の頂上に上陸し、避難者の守護神ゼウス、ピュキシウスに犠牲を捧げると、ゼウスはデウカリオーンの願いを叶える約束をした。デウカリオーンは人類の再生をゼウスへと願った。大洪水の危機から免れたデウカリオーンとピュラーには、別の物語がある。二人がデルポイへと赴きテミスに祈ると、テミスは頭を覆い、ローブの腰紐を外し、汝の最初の祖先の骨を汝の後ろへ投げよ、という神託を授けた。デウカリオーンとピュラーはこの曖昧な命令の謎を解くと、頭を覆って平原を歩き、大地から取った石を後ろに投げた。彼らは自分たちが大地ガイアの子孫であり、いわば大地の骨であると考えたのである。結果、デウカリオーンの投げた石は男に変わり、ピュラーの投げた石は女へと変わった。こうして人類は再生し、ゼウスの人間に対する怒りは解けた。デウカリオーンはギリシア人の父で最初の王となったという。プロメーテウスの拷問。ゼウスと人間の間には和睦が結ばれたものの、プロメーテウスは策謀と盗みの罰を受ける必要があった。ヘイパイストスはゼウスの命令でプロメーテウスを捕らえ、カウカソス山に切れない鎖で彼を縛り付けた。そこへゼウスはワシを放ち、ワシはプロメーテウスの内臓をついばんだ。不死であった彼の内臓は食われた部分から再生し、この残酷な仕打ちが繰り返されることとなる。プロメーテウスはゼウスの王座を脅かす秘密を知っていたために、この責め苦に耐え、また反逆の態度を覆さず、ゼウスに対して憎悪の言葉を投げかけ続けた。30年にわたるこの苦役の後、ヘイラクレイスが鎖を断ち切りワシを殺してプロメーテウスを助け出した。プロメーテウスは秘密にしていた予言、ゼウスとテティスの間から、ゼウスを玉座から追い落とす子が生まれるという警告をゼウスへと伝えた。これを聞いたゼウスはクロノスやウーラノスと同じ運命をたどることを避けるため、テティスとの恋を諦め、彼女を人間のペイレウスと結婚させた。時としてプロメーテウスこそ人類の創造者とされることがある。その話によると、土と水で最初の人間の体を作り、アテーナーが魂と生命を吹き込んだのだという。しかしながらこの人類創造はゼウスが人間を粛清するために起こした大洪水の前の出来事だとされる。現在の人類は大洪水の後に繁栄した人間を祖としているいうのがギリシア神話では一般的とされる。本動画ではギリシア神話における人類の起源についてまとめました。次回からオリュンポス世界の大神ゼウスについて見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。